はい、今マルケゼス・デ・フロイラ宮殿という宮殿に来てます。ここ17世紀にですね建てられた、宮殿でリスボン市内にあって、市内からもバスで20分ぐらいで来れる場所にあるんですけど、庭園とか宮殿の内部がすごい美しくて有名で、もともとはここの所有してたあの一族の狩猟用のロッジだったものを宮殿として使うようになったっていう背景がある、場所らしいです。この後ツアーで宮殿の中覗くんですけど、もうすでにこの宮殿の中見ただけでもすごい美しいです。もうこの噴水だったり庭に散りばめられているアズレージョがすごい繊細で美しいです。かなり本当に綿密にケアされてるんだなっていう。実際今庭もメンテナンスしてるスタッフさんいっぱいいるんですけど、すごい綺麗に保持されてます。今宮殿のツアーが終わったんですけど、残念ながらこの建物の中身は写真 NG なのでお見せできないのがとっても残念なんですけれど、中は本当に装飾が壮大で美しくて、正直外から見るとあんまり大きくないので、これに追加で10ユーロかな、ツアーに払うのどうなんだろうと思ったんですけど、中本当に特に書斎とか美しくて、であと、一族が保有されているコレクション家具だったり、もう本当に全てが美しくて、これは来る価値ありですね。で説明もすごいゆっくりしてくださるので、じっくり一部屋一部屋細かい部分まで見ながら回れるのでおすすめです。一応このパークというか宮殿の外の公園の部分だけのチケットもあるにはあるんですけど、絶対宮殿の中のツアーつけた方がいいです。めちゃくちゃ楽しかったです。で今日一回帰宅して、家でゆっくり休んで夜の8時ぐらいです。でこの後ですね、夜9時ぐらいからアルバダデという、空港に近い方のエリアでジャパニーズクラシックフィルムサイクルっていう日本のクラシックフィルムの上映と、あと、トークセッションで構成されたイベントがあって、そこに呼んでいただいたので遊びに行ってきます。フローズンヨーグルト屋さんに来ました。Senior fans are aware of his work, his masterful work in the 30s. But what impresses me the most. はい、今帰宅しました。このイベントで、僕が参加したセッションで上映されたのが清水宏監督の、母の面影っていう作品で、1960年代とかかな、本当に僕が生まれる前の作品なんですけど、でこの映画の上映の後に今回お誘いくださったミゲルをはじめ、パネラーのディスカッションがあって、質問タイムとかもあったりして、その中ですごい感じたのが、ポルトガルの皆さんがこんな劇場満員になるほど日本のクラシック映画を楽しみにしているっていうことにまずすごい感銘を受けましたし、満席だったんですね実際ですごいみんな楽しんでて、結構もちろんシリアスなヒューマンものなんですけど、ところどころちょっとユーモアもあったりして、そういうところですごい笑いも起きてたり、日本人として日本のクラシック映画をポルトガルの
皆さんが楽しんでる姿を見てすごい嬉しくなったし感動しました。で映画自身もすごいいい映画で、日本のクラシック映画って多分なんか自発的には見たことが記憶の限りはないので、なんか初めてちゃんと劇場に行ってきちんと鑑賞をフルでして、すごいいい時間でした。お誘いいただき本当にありがとうございました。なかなかこんな機会ないので、人生の中でかなり貴重な経験になったなと思います。ではもうそうですね、イベント終わったの12時ぐらいで、今家着いて12時半ぐらいかな回ったので、今日は、ゆっくり、またシャワー浴びて寝ようと思います。おやすみなさい。でこの丸いスイーツがボラドベルリンという、英語でベルリンボールというポルトガルのデザートです。僕がポルトガルに来て一番好きになったデザートです。このボラドベルリンっていうデザートはポルトガルの夏の風物詩みたいなスイーツで、夏になるとポルトガルのビーチ各所で売り子の皆さんがクーラーボックスにこのボラドベルリンを詰めて売り歩いてます。でビーチでゆっくりしながらこのボラドベルリンを、海を眺めながら味わうというのがポルトガルの夏のビーチでの過ごし方です。でこれどんな味かっていうと丸いなんていうんですかね、味でいうと揚げドーナツに近いんですかね。僕が食べてすぐ思ったのは日本のミスタードーナツのエンゼルクリームにちょっと似てるんですよ。丸い揚げたドーナツにクリームが挟まってるみたいな感じで、これ多分ミスド食べたことある人だったらおそらくエンゼルクリームにそっくりって思うかもしれないです。でこれ僕が今食べてるのクリーム入りなんですけど、チョコの味とかクリームも、パッションフルーツクリームとかなんか結構いろんなバリエーションがあります。どの味も好きなんですけど、今日はオーソドックスにクリーム食べてます。ポルトガルに来たら絶対皆さんエッグタルトは食べると思うんですけど、ボラドベルリンも日本人には絶対ハマる味なので、ぜひ食べてみてほしいです。特に夏にビーチ行かれる方は絶対売り子さんが売ってる美味しいボラドベルリンを食べながらビーチを味わってください。でさっきカフェを出た後、カフェの近くにあるグッドカンパニーブックスという新しくできた話題のカフェ付きの本屋さんに行ってきました。でそのまま本買ってそこでお茶しよっかなと思ったんですけど、すごい流行ってて1階と地下に席あるんですけど、結構広いカフェで全部席埋まってて、しかもその上レジも結構並んでたので、本当はお茶もしたかったんですが本だけ買って今出てきました。お店の中の様子もちょっと混んでて撮ってないんですけど、すごい素敵な本屋さんで日本の作家の本もいっぱいありました。なんか店員さんのおすすめコーナーみたいなのがあって、そこがほとんど日本の作家さんでした。川端康成とかもあったし、僕今回初めて川上弘美さんの本買いました。読んだことないんですけど、先生のカバンっていう有名な作品の
英語版ですね。ちなみに英題はめっちゃ素敵、ストレンジウェダーイン東京っていう英題です。で今ここはそのグッドカンパニーブックスの近くにある公園です。でこっちのエリアあんまり僕普段来ないんですけど、やっぱり観光地じゃないのですごい落ち着いてます。今大雨が降ってきました。風もすごいです。傘さしててもあんまり意味ないぐらい。夏は全く雨のないポルトガルですが、さすがに冬はこういう天気の日もあります。ただあれですね、一日中雨っていうよりこんな感じで、さっきまで晴れてたのに急に大雨とか大嵐みたいなのが 1,2 時間来てまた晴れるみたいなことが結構多いです。なので天気予報あんまり当てにならない部分は日本と同じなんですよね。はい、帰宅してちょっと休んで、今から夕飯の準備をするところです。ポルボア・ラガレイロっていう、僕がポルトガルで一番好きな料理を作ります。どんな料理かというとタコですね。タコと、小さいじゃがいもを、焼いた料理。すごいシンプルで素材の味を生かしたポルトガルらしいシーフード料理で、結構レストラン行くとかなりの頻度で僕は頼みます。主な材料こんな感じです。タコと、玉ねぎとニンニクと、小さいじゃがいもとで前に作った時に緑はパセリを使った方がいいんじゃないっていうアドバイスいっぱいいただいたんですけど、僕が食べるお店だと、コリアンダーが緑で乗ってくることがあって、それが僕は個人的に合ってて好きなので、緑はコリアンダーを使います。鍋にタコと、玉ねぎとでちょっとニンニクちょっとだけ入れます。であとは、ローリエ、これで様子見ながらだいたいそうですね30分弱ぐらいまず煮込んでいきます。でじゃがいもも強めに30分ぐらい、先に加熱しておきます。タコを食べる国って案外あんまり多くなくて、一部の国の人からは結構日本人タコ食べるんだよね、なんか気持ち悪い、珍しいみたいなことたまに言われることあるんですけど、ポルトガルもタコを結構食べる国で、このポルボラガレイロとか、あとタコのサラダですね、もう結構ポルトガルではよく食べられる料理で、料理屋さん行くとこのポルボアラガレイロ以外もタコのサラダも結構定番でよくありますし、スーパーでも結構お惣菜で売ってたりします。タコのサラダも作り方簡単なので、またいつかどこかのソーシャルメディアで載せれたらなと思います。野菜は細かく刻んでおきました。じゃがいも柔らかくなりました。ちなみにこのじゃがいもの工程は僕が、昔 TikTok で初めてこの料理作った時に、載せたパターンだと、これと実は違う工程でやるレシピがあって、それはタコの煮汁でじゃがいもを柔らかくしてこの後ベイクするってパターンなので、このじゃがいもだけの最初のベイクの工程がないパターンっていうのもあります。なのでこれお好みでいいと思います。僕このやり方今回が初めてなんですけど、前回僕が作った時はじゃがいもを柔らかくする工程はタコの煮汁で煮るっていうやり方でした。2通りやり方あるみたいです。
今回ちょっとこのもうオーブンで事前に加熱するっていうやり方を選んでみました。でじゃがいも柔らかくなったのを力を加えてこんな感じで潰していきます。こんな感じでプレスして潰しちゃいました。でタコもこんな感じで柔らかく茹で上がったので、足を一本一本切っていきます。でタコをじゃがいもの上に並べていきます。でオリーブオイルはもう死ぬほどたっぷりかけます。前回 TikTok に上げた時はオリーブオイルが足りないっていう指摘をいっぱいいただいて、確かにレストランで食べる時ひったひたなので、もう日本人の想定する量の4倍ぐらいかけていいと思います。で塩でローリエもう一回焼く時も1枚ちぎったやつをこんな感じで2かけだけ入れます。再びこれをオーブンでまた加熱タイムです。15分ぐらい、200度ぐらいですかね。で様子見ながらまたオーブン入れていきます。できました。めちゃくちゃいい音が鳴ってます。匂いも最高です。ここにレモンを添えてコリアンダーちょっとかけて、完成です。大成功です。めっちゃ美味しい。でこのポルボアラガレイルはさっきじゃがいもの下茹での部分も工程がいろんなレシピがありますよって話したんですけど、他にもちょっと違うパターンがあって、僕が以前作ったパターンは玉ねぎも使うんですね。今回玉ねぎ茹でる時に入れただけなんですけど、もう一個別のレシピだと玉ねぎとニンニクをオリーブオイルと白ワインで炒めたのをオーブンに入れる時に一緒にタコとじゃがいもの中に混ぜるっていう方法もあります。でそうですね、玉ねぎ入れると、結構これオイリーな料理なのでさっぱり感がちょっとプラスされるのでそういう意味では玉ねぎ入れても結構いいかなとは思います。僕今回は玉ねぎなしのこのパターンシンプルに試してみたかったので玉ねぎなしの方でやってみました。さあがっつりオイリーな料理を食べたので、アイスジャスミングリーンティーを飲んでちょっと胃をすっきりさせます。あとは部屋がタコとオイルの香りがすごいのでキャンドルもつけます。